赤字超特急の難易度達人を2年目でクリアします。借入金240億円の返済と人口3万人の達成が難しいシナリオです。初期から保有している株は売却します。代わりに第9建設株を購入して株主優待を受けます。行政施策で、よもぎ地区の建物価格補助案件を受けます。初期配置の普及型近郊列車は売却します。よもぎ駅前にあるバス停をトラック駐車場に改築します。停車数は5台に拡張します。トラック駐車場の貨物範囲を調整します。農業倉庫を設置します。この場所は、トラック駐車場の貨物範囲であると同時に、近くの農業組合所から直接届く位置です。他の農業組合所の近くにも農業倉庫を設置します。できるだけ輸送距離が短くなるように、よもぎ駅側に寄せて設置します。よもぎ駅に資材置き場を設置します。わかりづらいですが、高架下に資材置き場を設置することが可能です。南の工場からの資材は、トラック駐車場の貨物範囲を利用して対岸に運搬します。道路は費用の安い簡易舗装道で敷設します。資材と農作物は、すべて、よもぎ駅のトラック駐車場まで運搬します。よもぎ駅に集めた農作物は、北と東の隣町に輸出します。輸出のための道路を整備します。北と東には、最初から道路で接続されているため、鉄道よりも費用を抑えて輸出網を整備することが可能です。
道路とトラック駐車場の整備が終わったら、トラックを15台購入します。北と東の隣町に農作物を輸出するためのトラックがそれぞれ5台ずつ、残りの5台はマップ内の資源をよもぎ駅まで輸送用するために使います。トラックの運行設定は省略します。トラックの設定が終わったら、今後必要になる土地を買収します。よもぎ駅の東側にはバス停留所の土地を確保します。よもぎ駅の四隅に 3×3 の土地を確保します。ここは超高層マンションを建設する場所になります。それぞれが10マス以上離れるように確保します。10マス以上離すことにより、同一建物で発生するマイナスの相性問題を避けることが可能です。よもぎ駅の目の前には娯楽施設用の土地を確保します。ここには美術館、タワー3、タワー1を建設します。狭間駅はホーム庁を拡張します。農作物を南の隣町に輸出するための貨物列車を購入します。初期から製材所がある場所の隣に伐採所と木材置き場を設置します。資材案件で農作物の輸出案件を受注します。最初は利益の出ない案件しか存在しませんが、それでも受注します。案件を消化すると、その後すぐに利益の出る案件が出るようになります。よもぎ駅前に商業ビルを3軒建設します。残りの所持金が2億円くらい残るようにして、できるだけ高額物件を建てます。行政施策で建物価格の 45% は助成金で戻ってきます。ここまでで初期設定は完了です。この後、時間を進めます。途中で人員が足りないと何度も警告を受けますが、人員増強をする必要はありません。人員増強すると、給料やボーナスなどの費用が増加し、利益を圧迫されます。人員不足のデメリットは、社員状況の悪化による利益の減少ですが、プランで社員旅行と福利厚生を実行して可能な限り悪化を防ぎます。農作物の資源案件も頻繁に入れ替わるので注意します。このシナリオは資源案件をチェックする作業との戦いです。もう少し資源売買の自動化ができるゲームシステムだと嬉しいです。
行政施策の助成金を受け取ったら娯楽施設を建設します。優先順位が高いのは美術館です。建設費用が安く、観光名所にもなります。広がる観光ラインから追加された施設のようです。タワー1も建設します。駅前を観光地化することで新幹線の乗客を増やし、よもぎ駅の赤字を少しでも抑えます。後から建設する超高層マンションの立地環境を向上させる目的もあります。美術館の建設が完了したら、東の隣町からバスで観光客を運び込みます。確保してあった土地にバス停留所を設置します。スキー場の前にも簡易バス停両側を設置します。バスを5台購入して、東の隣町からよもぎ駅までの運行設定をします。資金が貯まったらタワー3も建てます。子会社は完成しても売却する必要はありません。売却すると固定資産売却益で2年目5月に支払う税金が増えます。2年目のクリアを目指すので、支払う税金はできるだけ抑えます。1年目の途中で農業組合所が1軒新設されます。できる場所はランダムです。建設されたら農作物をよもぎ駅まで運ぶ設定を忘れないようにします。タワー3を建設したら1年目の建設作業は終わりです。その後に貯まった資金は全て道路敷設に回します。道路は寄付金として費用扱いになるので税金対策になります。道路は周囲の発展効果があるので人口を増やすのにも役立ちます。
年度が変わり、決算を迎えました。1年目の寄付金総額は71億円でした。法人税は14億円、当基準利益は16億円でした。1年目終了時点で、借入金240億円の返済はゼロです。年間売上高400億円は10月に達成していました。人口3万人には残り1万8000人ほど必要です。資源売買益は56億円、子会社利益は34億円でした。2年目に入ったら、子会社を売り出します。伐採所のみ売却益が小さいので売却せずに残しました。2年目に入ったら、プランから特別ボーナス、社員旅行、福利厚生を実行していきます。社員状況の悪化を防ぐためです。2年目も引き続き人員増強はしません。子会社が売れて資金が貯まったら、資材工場2を建設します。超高層マンションを連続して建設するので資材を安定供給する必要があります。工場の立地環境が良くないので、資材工場は1より2の方が資材の生産効率が良いと思います。資材工場は合計で2件建設します。完成した資材工場はすぐに売り出します。その後に子会社が売れて100億円ほど貯まったら超高層マンション1を建設します。1点で2000人程度の人口を増やすことが可能です。続いて、マップ中央の北から南までのバスを整備します。超高層マンション4軒のみでは人口3万人に到達しないので、バスによる発展効果も使って人口を増やします。
すでに車両枠20台すべて使い切っているため、東の隣町に運行していたバス2台をこちらに転用します。道路とバスの相乗効果で住宅が飛躍的に発展します。人口増加のために道路とバスは整備した方が良いでしょう。超高層マンションは完成したらすぐに売り出します。11月に子会社売却や資源売買益で100億円の資金が貯まったので、2軒目の超高層マンションを建設します。2軒目の超高層マンションも完成したらすぐに売り出します。1月に1軒目の超高層マンションが売れたので、資源売却益などと合わせて3軒目、4軒目の超高層マンションを建設します。資材工場から資材が安定供給されているので、期限内に完成してくれるでしょう。資材を隣町から調達することもできますが、案件が出ない時もあるので、自社で資材工場を建設した方が良いと思います。3軒目が完成しました。すぐに売り出します。2月末時点で借入金の返済はゼロ、人口は27,000人です。3月11日に4軒目の超高層マンションが完成しました。すぐに売り出します。完成と同時に人口3万人を達成しました。あとは借入金240億円の返済のみです。超高層マンション3軒を売り出し中なので、2軒売れれば返済できそうです。2軒の超高層マンションが売れたので、借入金を返済します。2年目の3月20日にすべてのクリア目標を達成しました。赤字超特急の難易度達人を2年目でクリアすることができました。
2年目の資源売買益は105億円、子会社利益は20億円でした。よもぎ駅周辺の発展と観光地化により、よもぎ駅で発生する鉄道損失もマイナス2億円まで減っています。行政施策は2案件しか実施しませんでした。保有株は最初に購入した第9建設のみです。プランで人員増強は一切していませんが、社員旅行などを実施したことで、社員状況は特に問題なしにとどまっています。超高層マンションは1軒売れ残りました。攻略のポイントは、北、東、南の隣町への農作物輸出を頑張る、よもぎ駅前を観光地化する、道路による税金対策をして2年目に支払う税金を少なくする、1年目に子会社は売却せず、固定資産売却益を2年目に先送りする、自社で資材工場を建設し、よもぎ駅へ資材を安定供給する、立地の良いよもぎ駅周辺に10マス以上離して超高層マンションを4軒建設する、道路とバスの発展効果による人口増加を狙う、などになります。